どうも、今回メイクブロック社さんからこんなものをご提供いただきました。これが、X ツール D1 Pro っていうものになります。これが何かズバリ言うとレーザー彫刻機になります。ちょっともうこれ早速、使ってみます。これ木材ベニヤの板なんだけど、これを加工してみます。ここにこうレーザーポインターみたいなこう印があるんで、ここに合わせてでこのボタンを押すと、これからこの範囲をこう加工しますよっていうふうにこう出てくれるんで、非常に分かりやすいです。これでもうあとこのスタートボタンを押せばこう加工が開始されます。はい、っていうことでですね、これうわすごくないですかこれしかもこれ5分ぐらいしか経ってないです。今5分足らずで、これうちのチャンネルのロゴであり、うちのわさび園のロゴでもあるこのわさびマークなんですけれど、こういったものがですねこう作れてしまうと。取れた。うわ、いやこれはこの細かさちょっと見てほしいんですけど、この枠すごいですよね。めちゃめちゃ細かいです。これ1ミリぐらいしかないんですよ、この幅。こういったまず切断ができます。 3.3 ミリだったかな。これぐらいの厚みだったら余裕でこう切断ができちゃうと。20ワットのレーザー、これを搭載していると。これ D1 Pro の本体なんだけど、ここに USB のポートがついてて、簡単に、こんな感じでパソコンにつなぐことができます。 X ツールクリエイティブスペースっていうこれ無料のソフトなんですけど、これを使って、この切断とかこう加工するものをこう簡単に編集したりできます。例えばですね、これ形ってやって、これいってみますか。こうちょっと星のマーク、これをこうやってあげて、もうあとここを彫刻か切断かっていうふうに選べて、ちょっともう一回切断してみます。ここで、パラメータをこう合わせまして、これちょっとさっきの端材これ使ってもう一回やってみます。例えばこう置いてこう押すと、この位置を切断しますよっていうのがこう分かるんで、パソコンの方でスタートこうやってあげると、こんな感じで加工してくれます。これちなみに今リアルタイムで切断してます。これめちゃくちゃ速いんですよ、スピードが。これぐらいの加工をもうこんなど素人の自分みたいな一個人でこういった加工ができちゃうっていう、そういったレーザー加工機になります。そうこう言ってる間にこれでもう切断完了しました。いやすごくないですかこれ。これいやもうすごい時代が来ましたよね。ちなみにこの加工する対象物、これとの焦点距離、これを調節してあげる必要があるんだけど、このやり方も非常に簡単です。ここですね、こっちのこの部分、ここにこうつまみがあって、これをこう緩めてあげるだけで、ここはこう上下するんですよね。ここにこう爪がありまして、これをこう下にカチャンとやってあげると。でさっきのこっちのつまみをこう緩めてあげると、ここが上下して、この爪をですねこの対象物にこう当てると。で、さっきのこの裏側のつまみをこう締めてあげると。で最後にこれをカタンと起こせば、もうこれで、この焦点距離、これの調整はもう完了です。こう六角のレンチ用意して、その都度いちいちやるっていうんじゃなくて、こういったところもよく考えられています。じゃあ次ちょっと大きめの加工をやってみます。これ X ツールクリエイティブスペースの中にあった既存のプロジェクトですね。これを元にちょっと切断やっていきます。スタート。
でこういったメガネもついてくるんですよ。こう作業工程をこう確認する時とかはこれ結構強い光が出るんで、紫外線ですかね、なんか溶接の時に出るようなああいう光がこう出るんで、これつけてこう見てあげるといいです。はい、ってな感じでこれどうすか。これいわゆる立体パズルみたいなやつですね。これもはや売ってるやつですね。すごい精度ですよね。これでだいたい15分とかで今終わっちゃいました。ちょっと自分これ初めて使うんで設定があんまり出せてないんでちょっと強いからところどころこうちょっとだけ焦げちゃってるんだけど、これもうちょっと設定詰めれば綺麗に切断できると思います。ただこれ一発でやったにしてはかなり綺麗なんじゃないですかね。そう、この D1 Pro なんだけど、このメイクブロックさんでは M1 っていうこう箱型のレーザー加工機もあるらしいんですけれど、これはですねこういうフレーム型なんで簡単にこの下に、この今やったような感じですね、こう入れられちゃうんですよ、こういう加工物を。なので比較的大きい、加工ができるっていう、それがこれ特徴になってるようです。いやこれいいですよね。もう本当にシンプルでめちゃくちゃ使いやすいです。でこう取り出す時も簡単に、すげえもう切れてるんで、そうこの下一応鉄板なんですけど、その鉄板の上にさらに薄いこういう鉄板ですね、これを敷いてます。いやこれすごいですよね。ちょっとバリとか出ちゃってるんだけど、これ設定詰めればスパッと切断できるんで、もっと綺麗に組み立てられるようになると思います。今これちょっと別で出力したものなんだけど、こういった歯車とかこういうなんかプラモデルのパーツみたいなやつ、こういうのをこう組み合わせてあげれば、こう歯車で動くからくりみたいなそういったものとかも作れちゃいますよね。このメイクブロックさんはですね、なんか教育系のアプリとかそういったシステムも手掛けてる会社さんらしいんで、なんて言うんだろうな、なんか使いやすいんですよね。この加工機自体が非常に使いやすいです。なので初心者、自分みたいなこういった初心者でもこんなものがすぐ作れちゃうんですよね。素晴らしいですね。で今これ切断したんだけど、これ彫刻こうなんていうんですかね、焼き印みたいなやつ、そういうのもできるらしいんですよ。それもちょっとやってみます。彫刻も同じようにですね、このアプリこれ使ってやってみます。今こんな感じで、愛犬の写真があるんだけど、こうしてこれプリセットがあって、この薄い木材ってやってあげるともう自動でこう出てくるんですよね、パラメータが。もうこれで任せてやっちゃいたいと思います。で加工ってやってこうフレーミングとやってあげて、このボタンを押せばこの範囲に印刷しますよ、刻印しますよっていうのがこれもう一目瞭然ですよね。でもうこれで良ければもうこのボタンを押せばはい、もうこんな感じで、刻印が始まると。ちょっとあとはしばらくちょっと放置してみましょう。この範囲で、切断してあげればこの部分だけ切り取ることもできるんですよね。はい、っていうことでこれうわすごいな、本当にこれすごいと思うわ。もうこう切れちゃってますからね。もう本当にこれで商売できちゃうぐらいのクオリティですよね。凹凸があるというかすごいしっかり彫れてるんですよ。
だからこう簡単に消えちゃうとかもうそういう感じじゃなくて、もう彫り込んでるっていう感じですね。本当に彫刻してるっていうそういったイメージです。なのでかなり長持ちするんじゃないでしょうかね。でですね、最後にこれ、こんなものも付属してきたんですよ。セット品で、さらにこの RA2 っていうこういったものですね、これがついてくるモデルを今回送ってもらったんですよ。でこれが何かというとですね、これを使うことによってですね、球面とかこういった曲面にもこう印刷できるっていう、そういった代物です。ちなみに取り付けるとこんな感じになります。これ直径5センチなんですけど、この長さに応じてここに A、B、C っていうふうにこうあって、今 B なんですけど、これよりもこう細いものを印刷する場合はこれ A で、太いものは C みたいな感じで、ここ付け替えるだけでサイズ調整できます。で、このまんまだとこう分かりますかね、このレーザーが届かないんで、これちょっとかさ上げしてあげます。その時に、これですね、こういった8本の支柱みたいなやつがこう付属してくるんで、1段でやるとこの高さかさ増しできて、こう連結させることによって、2段さらにこう高くするみたいな、そういった使い方ができるようになっているようです。はい、とりあえずこれ、ちょっとかさ上げしてみますか。これやり方簡単で、ここにこうゴムがついてるんだけど、これ取ってもうここにこうキュキュッとこうはめてあげるだけです。これでいいかな。こう用意できたんで、このイメージ刻印してみたいと思います。でこれ設定もめちゃくちゃ楽でですね、ここがさっきまで平面加工ってやつだったんだけど、これを単純にこの円筒加工ってやつにしてあげて、この素材のところをあと選んであげれば、これもうオートで出てくるんで、これを設定してあげました。で向きはこれと同じ向きで、多分印刷されると思います。これでこういうことですね。この範囲に印刷されると。はい、じゃあちょっとこれでいってみますか。これ一発目なんでめっちゃ緊張するんですよ。これ初めてやります。じゃあいきます。GO！すげえ、今終わりました。だいたい20分ですね。20分で、この筒状のものですね、この木に刻印できました。これすげえな。うわー、すごいとしかもう言えないしっかりなんていうんですかね、さっきもそうだったんだけど、このちゃんと溝になってるんですよね。ギフトとかに本当良さそうですね。コップとかに、こう刻印するのもすごいいいんじゃないかな。これちょっとどっか置いときたいと思います。なんかすごい気に入りました。ちなみにこの RA2 キット、これの他にこういった、例えばこれが長い筒があるとするじゃないですか。水筒みたいなあれをこう広い範囲やりたい時に飛び出た部分を乗っける、こういったやつですね。でこれこう高さ調節もできるようになってると。これいいですよね。こういったものとか、ここのモーターかな、ここをこう取り替えて球体をつかむようなこういったものもついてきました。なのでこれを使ってあげると、こういう球体のものにもこういう刻印を施せるようになります。はい、ちょっとここつながってたんだけど、この一番強いモードだとワンラウンドで、もう穴開いちゃいます。それぐらいこれパワー強いです。こんな感じで、あまりにもレーザー強くしすぎてこう火が出ちゃって燃えるみたいな、そういった状況になった時、今みたいに止まってくれるっていう、そういった機能も備わってます。
結構パワー上げたんでやった後の加工もいらないぐらいですねこれ。うわー完璧じゃん。この材質いいですね。 MDF 材ってやつ、結構厚みあるんですけど、これ厚みだいたい 5.5 ミリぐらいのやつですね。5ミリかな、これ硬いしこう毛羽立たないし加工にめちゃくちゃ向いてますね。ちょっとやっぱ焦げちゃってるんだけど、塗れば全然綺麗になるんで、こういった工作するのにも非常にいいんじゃないでしょうか。うわーすごい。うわどうすかこれ、これ当園のマスコットキャラクター兼安曇野のゆるキャラですね。これ湧き水わさびちゃんっていう、キャラで、このチャンネルでもミニチュアの二頭身のキャラはよく出てくるんだけど、これが、五頭身バージョンの方です。この湧き水わさびちゃんもこんな綺麗に刻印できました。なんかグラデのところまで表現されてますねこれ。はい、ということで今回これ使ってみました。いやーすごいですよね。自分初めて使ったんですけど、もうこんなものが簡単に作れちゃいました。これ使ってみて良かった点と、ここかなと思った点挙げたいと思うんですけど、まず良かった点はこの切断のパワー、これすごいですよね。こんな厚みのあるものでもこんな感じで簡単に加工できるっていう、この加工めちゃくちゃしやすいっていうのが良かったです。であとは使い方すっごい楽です。初めて使ったにもかかわらずこんな感じで使うことができました。でこの切断とか彫刻のスピードもかなり速いですね。こういった大きいものにも簡単にしかも素早くこう刻印もできるんで、これギフトとかプレゼント用のこういったものを作るとか、もう本当に商用レベルのものがこんな個人でも作れちゃうっていう、そういったマシンになってます。でこの辺りも工具を使わずにこう上げ下げできたりだとか、本当ボタンも本当これしかないんじゃないかな。このスイッチとこのボタンぐらいしかないんで間違いようがないですね。でこういったこれがついてくるモデルなんだけど、こういうセットを買えばこういうくるくる回しながらこういう円形のものにもこう印刷とかそういったところができるっていうところですね。これもめちゃくちゃ簡単でした。もっと難しいんかなと思ってたらこんなに簡単なんだっていうふうにちょっとびっくりしましたね。であとはものによってはこう厚みのあるものですね。この付属のこの土台こうかさ上げできるやつを使えば2段階こう高くしてあげることができるんで、なんか箱とかこういったものですね。こういう箱とか立体的なものにもこう高さがあるものにも刻印とか切断作業をやってあげることができるっていうの、それも良かったですね。であとはこれシンプルでこのなんて言うんだろう、フレームだけのタイプなんで箱の中にこう入れるっていう感じじゃないんで、かなり大きめの、こうやって板にもこう加工ができるっていう、それが良かったですね。これ箱のタイプだと大きさが制限されちゃうんですよ。パカッと開けて、これぐらいのだったら入らないとかってそういうことがあるんだけど、これの場合はこうなんていうか本当に広いものでも加工ができるっていう、それも良かったですね。個人的にはそれが一番良くてですね、こういった結構今後大きいものを加工していく予定があるので、これは非常にいい戦力になりそうです。結構厚みのあるものでも何回かこうやってあげると普通にこうくり抜けるぐらいのそれぐらいのパワーもあるんで、こういった厚みのあるものも加工できるんで、今後これちょっとチャレンジいろいろしていきたいと思います。であとこの安全性、さっきちょっとやったんだけど、あまり強いレーザーをちょっと素材が合わなかったりすると燃えちゃったりするんですよね。で燃えちゃった場合はもう自動で停止してくれたりとか、であと今回ちょっとやんなかったんだけど、こうレーザー加工してる時に傾きをこう検知して止まるっていう、そういった安全機能もついてるそうです。なので安全面もかなり配慮されてて、安心ですよね。でここがなと思った点はですね、やっぱレーザー加工なので結構煙が出るんですよ、ものによっては。特にこういう木材系の素材だと煙が出ちゃうんで、自分の場合はここ基地がそこ入り口がシャッターになってるんで、これやってる時はシャッター全開にしてやってたんですよ。
だから煙がそこまでこう充満しなかったんだけど、換気とかできないところでやるともう煙がもう黙々になっちゃうんで、それはちょっと危険なので、やっぱこう排煙、機能のついてる部屋というか換気扇とかですね、ああいうのは必須ですね。もしくはこう近くに置いて煙を吸い込んで外に排出するみたいな、そういう装置をこうやってあげる必要があるかなっていうところで、家の部屋の中でやるとかだと結構難しいかもしれないですね。ちゃんとしたそういう排煙設備がないとちょっと厳しいかなっていうところはあります。あとこのケーブルがですね、大きめの板とかをこう加工するときにあんまりこっちに行き過ぎて、この端が当たってこう加工するものがこう素材がずれちゃって、ちょっと加工が失敗したっていうのが、1、2回ありました。だいたいこの範囲加工できるなっていうのは経験でこれなんとか分かっていくかなとは思います。ただそんなところですかね。なので、この煙を外に排出できて、なおかつこの置き場所結構広いところがある方にとっては非常にいいんじゃないでしょうか。そうだ、これWi-Fi でもパソコンに接続できるんですよ。だからコードをわざわざパソコンにブスってやんなくても Wi-Fi で設定してあげれば、ワイヤレスでデータ飛ばして、これから印刷するっていうこともできます。なのでこれ非常に使いやすいです。本当に簡単に、そしてこういった高度な加工ができる彫刻機、レーザー彫刻機なんじゃないかなと思いました。ちょっと今後これ愛用させていただきます。これ使っていろんな DIY 今後やっていきたいと思います。はい、ということで今回はメイクブロック社の X ツール D1 Pro レーザー彫刻機の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。